放映日が8月だったんですね。夏のフグと冬のフグ、どっちが美味しいでしょうかね。身に栄養が集まる夏のフグ。昭和48年。2つの免許が必要な、ごちそうだね。本当にまるで忍者のようですね。こんにちは、ようこそいらっしゃいました。この動画のお題目です。当店は夏フグで50年というお話、夏フグと冬のフグどっちが美味しいかというお話、そして夏フグはどこにいるというお話と、夏おすすめのフグ料理は何かというお話について、天然トラフグについて説明いたします。昭和48年って聞きましたかね。ちょうど店で撮ってた毎日新聞の夕刊かなんかに下関からフグを生かしたまま航空機に乗っけて羽田空港へまで運ぶことが成功したっていう、実験に成功したっていう記事が載った年でした。でその時にですね、市場の仲買さんから、うちの親父ね、もう天国行っちゃった親父ですが、漁師救わないって笑って言われたんで、じゃあって言って親父がもうその気になって戻ってきたんです。で、それから夏フグっていうのは私どもの店で、使ってるんですけども、まあなんていうんですかね、これってあれなんですけど、市場とかで産地さんを救ってくれないかってニヤニヤしながら言われる時って危ないんですよ。だいたいその市場として開拓されてない商品とか入荷がなかなかおぼつかないそういったものが結構あるんですね。私もとか、それから、完全無添加のだとか、成功したことを言いましょうか。沖縄産のマンゴーのミニマンゴーっていうのがありまして、これは本当に美味しくて、今すごい高くなっちゃったんですよね。私が扱い出した頃は本当に安かったんですけども、そんな感じでですね、その時代から扱い続けまして、もう50年になるんですけども、50年になってんのかな、もうじきなのかな。長かったよね。やっとなんかいろんなところでですね、夏フグっていうのが言われるようになってきました。そんなわけでですね。ではいきなり本題ですが、夏のフグと冬のフグどっちが美味しいでしょうかね。例えばですね、今目の前に映像で映っているフグは、2月のフグです。2.4 キロ、白子も600グラムという素晴らしいものが入っておりました。で、この大きさのフグは体長60センチぐらいでしたね。で、この同じフグがですね、6月にはどんな格好してるかっていうことで、まず2月のフグこんな風に上から見えます。で、6月のフグはというと、2.1 キロぐらいですかね。2キロから2.1、2キロぐらい。で、当然白子がないのでスッとしてるんですが、こう2月のね、左の映像の中にイメージでですね、白子が入ってましたよ、こんぐらいの白子がありましたっていうのを入れてみてから、もう一度右側の白子のない 2.1 キロのフグをご覧になっていただくと、ね、白子を除くと夏のフグの方が実は太ってるんです。白子に栄養を取られないからですかね。夏のフグはどんなお料理がよろしいかと申しますと、この間はですね、冬白子に行っていた栄養が身に余ってきますから、たっぷりとコラーゲンが身に入ってきますから、フグ刺しもう絶品です。
暑さに負けないさっぱりとしたフグ刺しを夏はぜひとも召し上がってください。そしてお鍋の後もコラーゲンが大変溢れてる時期ですからお雑炊がすごく美味しくなります。冬のフグはね寒い中体の芯から温めてくれる美味しいお料理ですから、どうぞどうぞお鍋で体の中から温まってください。そして身に栄養が集まる夏のフグ、どうぞどうぞお試しになってください。おすすめです。写真はフグの白味噌あんです。夏は冷や汁でお作りします。わりかしフグで夏、取れるもんです。取れてたんです。ただ、未だに、マイナーです。この間取れたはずが今日取れないとか。夏フグのうんちくどんどん深まります。まずはフグの品質から。冬のフグは、さばかれて箱に入れられた磨きフグというフグが結構知られるようになってきましたが、磨きフグっていうフグが何が違うかっていうと、もう美味しくさばけてるんですね。で、ただ毒を取っただけっていうのと磨きフグっていうのはもう全然技術も味も違います。この主な産地はこんな感じ。どちらも冬の間に得意とする産地様が多いんですが、夏になるとこの磨きフグを頼ってはちょっと難しくなってきます。この美味しさに、いやいやそれ以上、美味しいフグを作ろうとする取り組み、銀座でやってます。東京の、フグ料理をしているお店さんには2つの免許が必要になっているのをご存知でしょうか。一つはフグ免許という人の免許、そして場所の免許としての認証書というのがあります。この2つの免許があって初めて東京でフグをさばいてそのまま、フグを召し上がって楽しんでいただくということができるわけです。もちろん長年の経験で美味しく作る技術も身につけております。すいません。先に店の宣伝をしてしまいました。フグをさばく、技があるという前にですね、フグを捕まえなきゃいけないんですよね。当然漁師さんはじめ産地の方々のご活躍があるわけです。冬がポピュラーであるフグ産地はですね、言わずと知れた山口県沖ですとか瀬戸内海、それから豊後水道などのから宮崎県沖まで、その割と夏フグに対しては狭い海域で、漁場もかなり開拓されて知られた海域で取れています。これがですね、最終的に秋田県沖ですとか、太平洋側では青森県沖、北海道沖なんかで取れることもあるんですね。で、夏フグというのはですね、冬の場所に比べてまだまだ漁場というのが知られてなくてですね、漁師さんでは頭を悩ませているところなんですね。夏のフグが最近まとまって取れたりします。そして2、3年で取れなくなっちゃう。また違う海域で急に取れたりします。そしてまた2、3年で取れなくなっちゃう。で、前取れた海域と次取れた海域が随分離れてるんですね。で、それが至るところで、取れた消えた取れた消えたを繰り返しまして、ここが取れたからここに漁船を生かそう、みんなでもって漁師さんが頑張って行こうとするともうなくなってる。こんな感じでですね、最近の夏フグというのは本当にまるで忍者のようですね。そんな時に頼りになるのが仲卸さんです。仲卸さんはですね、とにかく魚のことよくご存知でいらっしゃる。いわゆる目利きですから、こういった入荷の安定しない夏フグなんかをですね、どこで取ってくるとか、先回りして注文をしてもらったり、どうやって運ぶか、そういう差配までしてくれることもあります。では運びましょう。トラフグはですね、
ハモと同じように、生きの良いうちにさばいて磨きにしてしまう。これが絶対条件です。なので運ぶ時にも、水槽に入れまして、で海水ごとトラックで運ぶ、そういう手段を取ります。例えば青森で水揚げがあった時、東京に到着するまで何時間かかるんでしょう。8時間から12時間以上かかるんですかね。そうすると行き先がだいたい首都圏というところに限定されてくるような感じですね。そして豊洲市場にやってきて、我々のような店へと運ばれてくるわけです。去年ありがたいことに NHK に移させていただきました。その時もですね、放映日が8月だったんですね。では夏おすすめのフグ料理をノーナレでご紹介します。産地さんも走る。で、仲買さんも走る。で、お願いした私もですね、どうなってるんですかって気を思いながら、できたって言うともう、すっ飛んでって叫ぶんで、みんな走るんですよね。それを申し上げたらば、ある方から、これはごちそうだねっていうふうに言われました。ごちそうのそうの字は走るんですよね。ですんで、楽しんでいただければ食べてどうぞ応援してあげてください。今日はどうもありがとうございました。